シンクソンズといえば世界中で愛されているアメリカ発のアニメ作品です。皮肉たっぷりのユーモアで家族の日常や社会の問題、さらには時事ネタまでも切り取るこのアニメですが、実はもう一つの顔があることをご存知でしょうか。それは未来を予言するアニメとしての顔です。シンクソンズの予言的エピソードはこれまでに世界中で話題を呼び、多くの実際の出来事を的中させてきました。例えばトランプ大統領の誕生やスマートウォッチの登場、さらには新型インフルエンザの流行まで、これらの予言的要素がファンの間で注目を集め、シンクソンズは単なるエンタメ作品を超えた予言書のような存在となっています。そして今回私たちが焦点を当てるのは2025年の日本に関連する予言です。第1章、シンクソンズの驚異的な予言の歴史。1989年に初めて放送されたシンクソンズはアメリカで瞬く間に大人気アニメとなり、現在に至るまで700話以上が制作されています。その中には未来の出来事を的中させたとされるエピソードが多数含まれています。これが偶然なのか、それとも意図されたものなのか、その謎は視聴者の想像力をかきたて続けています。1、トランプ大統領誕生の予言。シンクソンズの中でも最も有名な予言といえるのが、ドナルド・トランプがアメリカ大統領になることを描いたエピソードです。この予言は2000年に放送されたバート・トゥ・ザ・フューチャーというエピソードに登場します。このエピソードではホーマーの娘リサがアメリカ初の女性大統領となり、その背景としてトランプ前大統領が残した財政危機に直面している様子が描かれます。そして16年後、実際にトランプ氏が大統領に就任したことにより、ファンの間でシンクソンズが未来を予言したとして大きな話題になりました。さらに驚くべきは、トランプ氏がエスカレーターを降りる際の光景までがアニメと現実で完全に一致していたことです。この精度の高さがシンクソンズの予言的エピソードへの信頼感を強めました。2、スマートウォッチとビデオ通話。1995年に放送されたリサズ・ウェディングというエピソードでは、リサの婚約者がスマートウォッチで会話をするシーンが描かれました。これはアップルウォッチの登場を20年近く先取りした内容で、当時としては非常に斬新なアイデアでした。また同じエピソードでは壁に埋め込まれたビデオ通話システムも登場しています。これも現代では当たり前になりつつある技術ですが、当時は SF 映画の中でしか見られないものでした。これらの予言が的中したことで、シンクソンズ制作陣の先見性が称賛されるようになりました。3、新型インフルエンザの流行。1993年放送のマージンチェーンというエピソードでは、日本から届いた荷物を介して謎のウイルスがスプリングフィールドに広がる様子が描かれました。このエピソードは2020年に発生した新型コロナウイルスのパンデミックと酷似していると指摘され、再び注目を浴びました。アニメ内では大阪インフルエンザと呼ばれるウイルスが描かれており、物流を通じて急速に感染が拡大していく様子がコミカルに表現されていますが、実際のパンデミックを彷彿とさせる描写が多数含まれていました。4、ディズニーによる20世紀フォックスの買収。1998年放送のエピソードでは、20世紀フォックスのロゴにディズニーの子会社と書かれた看板が登場しました。そしてその20年後、本当にディズニーが20世紀フォックスを買収。この予言もシンクソンズは未来を見通していると称される理由の一つとなりました。第2章、2025年の日本に関する予言の背景。シンクソンズはこれまで数多くの国を舞台にエピソードを描いてきましたが、日本に焦点を当てた未来の描写もその中で特に注目されています。日本は世界有数の技術大国であり、独自の文化や歴史を持つ国でもあります。そのため未来の日本がどのような形で描かれているかについては国内外で大きな関心が寄せられています。ここではシンクソンズが描いた未来の日本に関する予言と、それがどのような背景や意味を持つのかを詳細に掘り下げていきます。1、技術革新の最前線としての日本。シンクソンズが描く未来の日本では最も目立つ要素が技術革新です。作中には寿司ロボットや AI が運営する飲食店、超高速移動が可能なハイパーループ技術などが登場します。これらの描写は技術大国としての日本を象徴すると同時に、
2025年の現実とリンクする可能性を感じさせます。寿司ロボットの未来。シンクソンズでは寿司店が完全に自動化され、ロボットが寿司を握る描写が登場します。ホーマーが訪れるその店ではロボットが精密な動きで寿司を握りますが、途中で機械が暴走して店内が大混乱に陥るというコメディシーンが描かれます。この描写は単なるギャグでは済まされず、現実の日本でも自動寿司製造マシンが進化を続けています。例えば大手回転寿司チェーンでは AI 技術を導入した寿司製造ラインを採用し、作業効率を大幅に向上させています。また近年では完全無人の寿司レストランも試験的に導入されており、シンクソンズが描いた未来像が実現しつつあります。2025年にはこれらの技術がさらに進化し、ロボットが寿司職人にとって変わる日が来るかもしれません。ハイパーループ技術の実現。シンクソンズが描いた未来の日本では、東京から大阪までを30分で結ぶ超高速移動システム、ハイパーループが登場します。これは現実世界でも開発が進んでいる技術で、真空チューブ内をカプセルが走行することで音速に近い速度での移動を可能にすると言われています。2025年の大阪・関西万博を契機に、この技術が一部でも導入される可能性が議論されています。もし実現すれば、日本の都市間移動が劇的に効率化され、ビジネスや観光に大きな影響を与えることは間違いありません。しかし同時に、ハイパーループ技術には安全性やコストの面で課題が残されています。シンクソンズのエピソードでは、この技術の利便性と危険性がユーモラスに描かれ、未来への期待と不安が入り混じったメッセージとして表現されています。2、高齢化社会と AI の進化。シンクソンズの中では、日本が高齢化社会の課題に直面している未来も描かれています。これは現実の日本が抱える問題と完全に一致しており、AI やロボット技術がその解決策として登場します。介護ロボットの登場。エピソード内では、ホーマーが訪れた未来の日本で、高齢者向けの介護ロボットが活躍する様子が描かれています。ロボットは高齢者の話し相手を務めたり、日常生活をサポートしたりと、多機能で優秀な存在として描かれています。現実世界でも、日本は介護分野でのロボット技術の開発に力を入れており、すでに実用化されている例も増えています。例えば、パワードスーツ型のロボットは、介護士が高齢者を持ち上げる際の負担を軽減するために使用されています。また、AI を搭載したコミュニケーションロボットは、孤独な高齢者にとって心の支えとなる役割を果たしています。シンクソンズの描写が、こうした現実の技術発展とリンクしている点は非常に興味深いです。高齢化に対応した新しい社会システム。シンクソンズの中では、高齢化が進む日本が新しい社会システムを導入する様子も描かれています。例えば、働ける高齢者がロボットのサポートを受けながら働き続ける未来や、AI が高齢者向けの新しいライフスタイルを提案するシーンが登場します。これらの描写は、現実世界でも議論されている、定年延長や高齢者の社会参加促進といったテーマと一致しており、2025年の日本が直面する課題と解決策を予言しているかのようです。3、自然災害と復興技術。シンクソンズでは、日本が巨大地震や津波などの自然災害に見舞われる未来も描かれています。これは、地震大国である日本にとって、非常に現実的な脅威です。首都直下型地震の予言。シンクソンズのエピソードには、東京が壊滅的な被害を受ける地震のシーンがあります。この描写は、首都直下型地震や南海トラフ地震を連想させ、多くの視聴者に不安を抱かせました。現実の日本では、地震予測技術が進化しているものの、完全な防災対策は難しいと言われています。災害復興における技術の進化。一方で、シンクソンズの未来描写には、自然災害後の復興における技術の進化も描かれています。例えば、AI による迅速な被害評価や 3D プリンターを使った家屋の再建システムが登場します。これらの技術が2025年までに実現すれば、日本の災害対策は飛躍的に進化するでしょう。第3章、都市伝説、オカルトの視点から見る予言の真相。シンクソンズが過去に的中させた数々の未来予言。それはただの偶然なのか、それとも裏に何かが隠されているのか。都市伝説やオカルトの視点から考察すると、
その背景には謎めいた要素がいくつも浮かび上がってきます。なぜシンクソンズの予言は的中するのか、視聴者を魅了し続ける理由を紐解いていきます。1、制作チームに未来人がいる説。シンクソンズの予言が高確率で的中している理由として最も有名な説の一つが、未来人が制作に関わっているというものです。この都市伝説の発端となったのは、具体的な時期や人物名をほのめかす的中エピソードがいくつも存在することです。例えば2000年に放送されたエピソードでトランプ大統領を予言した件は単なる偶然では片付けられない精度の高さでした。さらには 9.11 テロを連想させるシーンやスマートウォッチなどの発明品を正確に描写している点も、未来を知っている者が関与していると思わせる要因となっています。この説の支持者たちは、タイムトラベルが可能な人物が制作陣の中にいるのではないかと主張しています。シンクソンズの脚本家やプロデューサーの一部が科学や未来技術に精通している人物であるという点も、この説を信じる人々の信念を後押ししています。特にシリーズを初期から支えてきたマット・グレーニングが未来人ではないかとする噂は根強く、ネット上で盛んに議論されています。2、イルミナティとシンクソンズの関係。シンクソンズのエピソードにはしばしばピラミッドや目のマークといったシンボルが登場します。これらは秘密結社イルミナティの象徴として広く知られており、シンクソンズはイルミナティのメッセージを世界に伝えるための手段ではないかとする陰謀論が生まれました。特に注目されるのが政治や経済に関する予言が的中している点です。シンクソンズはアメリカの大統領選やグローバル企業の買収といった世界規模の出来事を予言してきました。これが偶然なのか、それとも計画された未来をあらかじめ描いているのか。またイルミナティが支配する世界の姿をシンクソンズが暗示しているという説もあります。例えば技術の進化に伴う社会のコントロールや大規模な災害による人口削減計画を示唆しているのではないかといった解釈が一部で支持されています。これらの主張が真実かどうかはともかく、こうした都市伝説がシンクソンズの未来予言アニメとしての評判をさらに高めています。3、集団無意識の理論。心理学者ユングが提唱した集団無意識の理論もシンクソンズの予言を説明する説の一つです。この理論によれば、人類全体が共有する無意識の知識が存在し、それが文化や作品を通じて表現される可能性があります。シンクソンズは時事問題や社会現象を風刺的に描くことを得意としており、現代社会が直面している課題や不安を物語の中で取り上げています。その中で視聴者が無意識に感じ取っている未来の可能性を作品が代弁しているのではないかという説です。この考え方では、シンクソンズの予言は偶然でも計画でもなく、私たち自身が予知している未来を描いているとなります。特に日本に関するエピソードは、視聴者の中にある日本の技術力や自然災害への不安を反映したものと解釈することもできます。第4章、2025年の日本で起こり得る怖い出来事。2025年の日本は、シンクソンズが予言した未来図と現実の動きが交錯し、驚きと不安を伴う年になるかもしれません。この章では、シンクソンズが描いた日本に関する予言から現実に起こり得る怖い出来事を深掘りしていきます。1、自然災害のリスク。シンクソンズの中で描かれる未来の日本には、たびたび自然災害が登場します。特に東京を壊滅的に襲う巨大地震の描写は、首都直下型地震や南海トラフ地震の予測とリンクしているように見えます。現実世界でも2025年は巨大地震が発生するリスクが指摘されています。日本政府が公表している地震ハザードマップでは、関東地方や東海地方が危険度の高いエリアとされています。もしシンクソンズの描写が的中した場合、都市機能が停止し、物流やライフラインが寸断されるなど、大規模な混乱が予想されます。2、AI による社会崩壊のシナリオ。シンクソンズのエピソードには、AI が暴走して社会を混乱させるシーンがあります。例えば、AI 寿司ロボットが客を攻撃する場面や、ロボットが街を支配する未来像は、ただのフィクションとして片付けられないリアリティを持っています。日本では、2025年には多くの産業で AI が普及し、特に介護や製造業、
サービス業において重要な役割を果たすと予測されています。しかし、AI 技術が急速に進化することで起こる問題、プログラムのバグやハッキングによる混乱、倫理的な課題も無視できません。シンクソンズが描くような AI による社会崩壊は、現実的なリスクとして考えられます。3、経済的な危機と格差の拡大。シンクソンズの中では、日本が深刻な経済危機に陥る未来も描かれています。特に、貧富の格差が拡大し、社会の分断が進む様子が描写されています。現実世界でも、少子高齢化や人口減少の影響で、日本経済の停滞が懸念されています。2025年には、これらの問題が顕在化し、一部の産業や地域が淘汰される可能性もあります。シンクソンズの予言が示唆するように、経済的な混乱は、社会不安を引き起こし、暴動や犯罪の増加といった連鎖的な問題を引き起こすかもしれません。第5章、ポジティブな未来も描かれる予言の側面。シンクソンズは、その予言的なエピソードの中で、恐怖や混乱を描くだけではなく、人々に希望を与える未来像を提示してきたことも忘れてはいけません。未来に起こる可能性のある良い出来事や、新たな技術がもたらすポジティブな変化も数多く描かれています。この章では、2025年の日本に関する予言の中から、明るい未来を想像させる描写を深掘りしていきます。1、テクノロジーが変える生活の質。シンクソンズが描く未来の日本では、テクノロジーが生活をより便利で快適にする様子が頻繁に登場します。例えば、完全に AI で運営されるレストランや、家事をすべてこなすロボットが当たり前のように描かれています。2025年の日本では、これが現実のものとなる可能性が高いです。例えば、現在開発が進む AI アシスタントは、家庭内での炊事や掃除、さらには子供の勉強サポートまで行えると言われています。また、遠隔操作や AI の判断により、自動車だけでなく、電車や飛行機も無人化が進む可能性があります。これにより、労働力不足が解消され、高齢者や障害者にとっても生活がしやすい社会が実現するでしょう。特に、日本が力を入れている医療分野では、AI 診断やロボット手術の普及が期待されています。これにより、病気の早期発見や治療が進み、人々の健康寿命が伸びると予測されています。シンクソンズが描いた未来の一部が、実際の社会を大きく前進させる鍵となるかもしれません。2、環境問題の解決に向けた技術の進化。シンクソンズの未来描写では、再生可能エネルギーやクリーン技術が大きく進化している姿も登場します。特に、日本のようなエネルギー自給率の低い国において、これらの技術は、2025年までに飛躍的な成長を遂げると期待されています。現在、各企業が取り組んでいるのは、太陽光や風力発電をさらに効率化し、都市部でも活用できる技術の開発です。シンクソンズのエピソードでは、空中風力発電タービンが都市上空で稼働し、大量のクリーンエネルギーを供給する描写があります。これが現実化すれば、日本のエネルギー問題が解決するだけでなく、二酸化炭素排出量の削減にも貢献するでしょう。また、シンクソンズでは海洋汚染を防ぐための技術も描かれています。例えば、自動ゴミ収集ドローンが登場し、海岸や川に漂うゴミを一瞬で回収するシステムが稼働しています。現実の日本でも、プラスチックゴミ削減や環境保護に向けた技術革新が進んでおり、2025年にはシンクソンズの予言に近い未来が実現するかもしれません。3、社会の多様性が進む未来。シンクソンズの中では、未来の日本が文化や価値観の多様性を受け入れた社会として描かれています。例えば、外国人労働者と日本人が対等な立場で働き、新しい文化が融合した社会が登場します。これは、日本が今直面している労働力不足や少子高齢化問題の解決策として現実味を帯びています。2025年の日本では、外国人労働者の受け入れがさらに進み、教育や社会保障の面でも多文化共生が当たり前になる可能性があります。また、ジェンダー平等の実現にも大きな進展が期待されています。シンクソンズのエピソードでは、女性が科学者や政治家としてリーダーシップを発揮する場面が描かれており、これは現実の日本にも当てはまる未来図と言えるでしょう。さらに、AI やロボットの普及により、労働環境が柔軟になり、
ライフワークバランスの取れた社会が実現する可能性があります。これにより家庭と仕事を両立させる人々が増え、全体として生活の質が向上するでしょう。4. 文化とテクノロジーの融合がもたらす革新。シンクソンズでは、未来の日本が伝統文化と最先端技術を融合させた独自の国として描かれています。例えば、ロボットが茶道を学び、外国人観光客に披露するシーンや、伝統的な能舞台でホログラム技術を活用したパフォーマンスが行われる描写があります。実際に日本では観光業やエンターテインメント産業においてこうした技術革新が進行中です。例えば2025年に大阪で開催される関西万博では最新のテクノロジーを活用した日本文化の体験が期待されています。この万博は日本が未来を世界に向けて発信する場となり、シンクソンズが描いたような革新的な文化と技術の融合が現実のものとなるでしょう。シンクソンズが描く未来の日本は恐怖だけではなく希望に満ちた側面も含まれています。技術の進化や社会の変革が進む中で、私たちはその未来をどう受け入れるべきなのか。予言が的中するかどうかは別として、シンクソンズのエピソードは未来に対する私たちの想像力を刺激し、より良い社会を考えるきっかけを与えてくれるものです。過去の予言を振り返り、未来に向けてどう行動すべきかを考えるシンクソンズが教えてくれるのは、単なる予言の面白さだけではありません。未来を恐れるだけではなく、希望として捉える視点を持ち続けることこそ、シンクソンズのメッセージなのかもしれません。あなたは2025年の未来についてどのように考えますか？ぜひコメントで教えてください。